動画編集ソフトを立ち上げて、重い素材をタイムラインに並べているとき、いきなりパソコンのファンが爆音で回り出して画面がフリーズする。あの絶望感、あなたも一度は味わったことがあるんじゃないでしょうか。ああ、わかります。クリエイティビティが物理的なマシンスペックに完全に押しつぶされる一番ストレスの多い瞬間ですよね。本当に。進行中の作業が全部水の泡になるかもしれない、あの数秒間のフリーズです。思い出すだけでも冷や汗が出ますよ。そうですよね。で、今回あなたから提供していただいた非常に興味深い資料の束なんですけど、これが本当に面白かったんですよ。ある AI 動画自動生成プロジェクトの詳細設計報告書と動画構成表のバージョン 3.0、それに開発者のメモですね。はい。これらを徹底的に読み解いていく中で、私たちが見つけた最大の驚きは、なんかこれ単なる便利な動画作成ツールの話じゃないぞということでした。全くその通りですね。一見するとただの効率化システムに見えるかもしれませんが、その根底にはこれからの時代、人間と AI はどう関係性を築いていくのかっていう壮大な実験というか深い哲学が隠されていましたからね。そうなんです。ですから今回は学習意欲にあふれるあなたに向けてこのプロジェクトを深掘りしていきます。非力なパソコンしか持っていなくても可能なクラウド完全自動化の仕組みから AI が全部やってくれる時代に人間が担うべき指揮者としての役割について、そしてなぜ最先端の AI 動画の中にあえてアナログな複音ハーモニカの音や茶道のお茶休みが組み込まれたのか、その隠された意図を紐解いていきましょう。テクノロジーの極致と人間の泥臭い感情がどう交差するのか、非常にスリリングなテーマですよね。はい。では早速ここを紐解いていきましょう。まずこのプロジェクトが一体何を成し遂げようとしているのか、全体像から把握したいんですが。資料の要件定義を見ると、最終的なゴールは信じられるほどシンプルに設計されています。シンプルですか？はい。音声や画像、スライドなどの入力素材を特定のフォルダにポンと置くだけ。これだけで AI が文脈を解釈して最終的な動画ファイルである MP4 を自動出力するというパイプラインになっています。フォルダに置くだけで動画ができるって魔法みたいですね。人間がタイムラインを操作してテロップを入れたり、カット編集をしたりっていうプロセスが完全に消滅しているんです。そしてこれを実現しているのが複数の AI 技術による見事なオーケストレーションなんですよ。なるほど。資料には5つの AI やツールが列挙されていましたよね。チャット GPT、ジェミニ、GAS、それにノートブック LM などなど、これらは具体的にどう連携しているんでしょうか？それぞれの得意分野を完璧なバケツリレーでつないでいるイメージですね。まずチャット GPT が入力された素材を読み込んで動画全体の切り口や立案を行います。企画の立ち上げ担当ですね。次にその企画書を受け取ったジェミニーが動画のタイムラインに合わせた詳細設計、つまり具体的な台本や構成案を書き起こすんです。なるほど。じゃあ、ジェミニーが脚本家というわけですね。そうです。さらにそこにノートブック LM が加わります。これは単なるテキスト生成じゃなくて、与えられた膨大な資料群から文脈を分析して的確な豆知識とか技術リファレンスを抽出して表出するんです。へえ、台本に深みを持たせるリサーチャーみたいな役割ですか？まさにそんな感じです。そしてこれらすべての AI への指示出しとか Google ドライブ上でのファイルの受け渡し、それからクラウドのレンダリング API への接続なんかを裏側で全部取り仕切っているのが、それが GAS、つまり Google アップスクリプトなんですね。現場監督みたいだ。その現場監督がクラウド上で全部の指示を出してくれているんです。だから私たちが手元で重い処理をする必要がないんですね。資料の開発者のメモに手元パソコンは非力ですっていう一文があったじゃないですか。はいありましたね。ユーモラスですよね。あれ思わず笑っちゃったんですけど、これってすごく共感できますよね。でも実はこれがこのシステムの核心をついている気がするんです。非常に鋭い視点だと思います。開発者は重いレンダリングとか AI の推論といった負荷のかかる処理を GCP、つまり Google クラウドプラットフォームや AI スタジオ API を使って全てクラウド上に逃がしているんです。逃がしている。物理的な制約を解消するだけじゃなくて圧倒的なスケーラビリティを持たせているんですよ。これがクラウド自動化の最大のメリットです。つまりこれって超優秀な5人の専門家が待機している
クラウド上の完全自動化工場のベルトコンベアに私たちが素材の入った段ボールをポンと置くだけみたいな状態ですよね。まさにその通りです。ここで非常に興味深いのは、これが単なる作業の効率化にとどまらないという点なんです。と言いますと、デスクトップのアイコンをクリックするだけ、あるいはフォルダにファイルを入れるだけという心理的ハードルの極限までの低減ですね。なるほど。動画を作ろうと思うたびに重いソフトを立ち上げてフリーズに怯えながら作業をする。このボトルネックを排除することこそが継続的なアウトプットを生む最大の鍵になっているんです。確かに、段ボールを置くだけならどんなに疲れていてもできますもんね。ええ。その摩擦ゼロの環境を作ったことがすごいんです。でもちょっと待ってください。そこまで AI が全部やってくれるなら、その工場が完全に自己完結しているなら、私たち人間は一体何をするのっていう疑問が湧きますよね。はい。なんだか、ただ段ボールを運ぶだけの作業員になっちゃう気がして。それこそがこの資料が突きつけている最も重要なテーマなんですよ。自動化が進むほど人間の役割は制作作業から指揮者、つまりオーケストレーターへとシフトしていくんです。指揮者、タクトを振る人ですね。指揮者の役割というのは自分で楽器を演奏することではありません。システムの思想とルールを設計することなんです。思想とルールですか。はい。複雑なバックグラウンド処理、つまり演奏家たちの動きとシンプルな入力という指揮棒を切り離すこと。これをデカップリングと呼んでいるんですが、人間はそのルール作りに専念するんです。なるほど。じゃあそのルールの具体例って何か資料にありましたか？例えばですね、このプロジェクトでは 1.5 倍速での再生を想定している長尺動画を想定しているんですが、そこで AI のハルシネーションに対する明確なルールが設定されています。ハルシネーションっていうと、AI がもっともらしい嘘をついたり、少し変なテキストを出してきたりするあれですよね。ええ、普通ならそうしたわずかな誤字や違和感は人間が手作業で一つ一つチェックして修正するじゃないですか。はい、当然そうしますよね。でもこのシステムではあえて人間が手作業で修正しないという選択をしているんです。ボトルネックを排除するために。いや、ちょっと待ってください。AI のミスをあえて修正しないって、それって作品としての質を下げることになりませんか？完璧なものを作るのがクリエイターの仕事では？従来の職人的な価値観であれば間違いなくそうです。ただこれをより大きな視点で捉えると、現代のクリエイティブ思考では完璧さよりも継続性とスケーラビリティが重視されるんです。スケーラビリティ、つまりどんどん生み出せることの方が大事だと。人間が毎回検品に入ればそこが工場のストップ要因になってしまいますから。さらに深いのは AI の未完成なプロセスや試行錯誤そのものを一つのコンテンツとして提示しようとしている点です。AI のミスを新しい価値観として楽しむってことですか？そうなんです。AI が見せる独特の解釈やノイズを許す枠組みを作ること。これこそが人間にしかできない高度な倫理観と哲学の設計、まさにオーケストレーションだと言えます。なるほどな。システム全体のルールを人間が決めているのはよくわかりました。完璧主義を捨てるというルールですね。ええ。ではその冷徹とも言えるスケーラビリティ重視のルールの中に、どのようにして人間の体温を吹き込んでいるのでしょうか。ここからが本当に面白いところなんですが。はい。そのアンサーが資料の動画構成表バージョン 3.0 に克明に記されています。あの表ですね。全8フェーズのマトリックス構造として緻密に設計されているんですが、その徹底ぶりがすごいんです。黒背景に白文字で視認性を確保したり、はいはい。特に注目すべきはミリ秒単位での同期時間制御です。システムは生成された音声ファイルの実再生時間を計測して、
それに完全に依存する形でテロップの表示時間をミリ秒単位で制御しているんです。それ私も読んで驚きました。なぜそこまで厳密なミリ秒単位の同期が必要なんですか？それはアクセシビリティへの配慮、つまり視聴者の認知負荷を下げるためです。AI の音声と画面のテキストにわずかでもズレがあると、人間の脳はそれを無意識に補正しようとして激しく疲労するんです。1.5 倍速だと特にきつそうですね。ええ。だからこそ、冷酷なまでに厳密な計算で視聴者の脳を保護しているんです。視聴者を守るための厳密な計算。でも私が一番驚いたのはそこじゃないんです。その最新鋭の AI 動画の中に突然として現れるフェーズがありましたよね。あれですね。はい。フェーズ4の茶道、お茶休みです。そして動画の冒頭と結びにはアナログ楽器である複音ハーモニカの音が挿入されている。これって一体どういうことなんでしょうか？資料によれば、この複音ハーモニカの採用には極めて重要な意図があります。この楽器は、わずかに音程をずらして調律された2枚のリードが同時に鳴ることで、トレモロと呼ばれる独特の震える音を生み出します。郷愁を誘うような揺らぎのある音ですよね。変化を遂げたこの音色が高密度な情報を浴び続ける視聴者の緊張を和らげる音楽によるクッション効果を生んでいると説明されています。クッション効果、つまりこれってどういうことなんでしょう？超近代的な金属とガラスでできた冷たいスマートホームの中に、あえて手編みの温かいクッションを置いているようなものですよね。素晴らしい例えですね。まさにその通りです。デジタルで無機質になりがちな空間に、見てくれる誰かのためという目的を持ったアナログな思いやりを配置しているんですね。ミスを許容するシステムでありながら、視聴者を守るためにミリ秒単位で同期させ、最後はハーモニカの音色でねぎらう。どのような思いやりや倫理をシステムに持たせるかを決定することこそが、これからの自動化システムにおいて人間が担う究極の設計なんですね。はい、それが本質です。いや、作業を自動化することはゴールじゃなくて、人間の思いやりをどこに配置するかを考えるためのスタートラインだったんですね。まさにそうです。リスナーのあなたも日常で AI ツールを使う時があると思います。でもその時、ただ作業を任せる労働者になるのではなくて、どんなシステムを築き、そこにどんな思いやりを残すかを決める指揮者になれるはずです。本当にそうですね。クラウドと5つの AI を使った効率化の裏には、ミスを許容する新しい倫理観と、複音ハーモニカのようなアナログなおもむりを配置する高度な人間的キュレーションが隠されていました。ただ、この結論は私たちに一つ重要な問いを投げかけていますね。重要な問いですか？はい。もし未来において AI があらゆるものを完璧に一瞬で生成できるようになればなるほど、私たちが芸術や人間らしさと呼ぶものはどうなってしまうのか。どうなってしまうんでしょおそらく私たちがあえて残した非効率さや意図的な不完全さ、つまりノイズや手編みのクッションの中にしか存在しなくなるのではないでしょうか。あえて残した不完全さの中にしか人間らしさは残らない。あなたの指揮するオーケストラにはどんな不完全さを残しますかという問いです。うわぁ、それは深く考えさせられますね。完璧な AI 時代だからこそ、私たちの不完全さが価値を持つ。あなたはどう感じたでしょうか？この資料本当に奥が深かったです。本日はここまでですね。はい、ありがとうございました。あなたも一緒に徹底的に読み解いてくれてありがとうございました。次回もお楽しみに。